フロントで入館証をもらわないといけないっていう感じだったんですね。部屋から見える通路にブワーってモデルがもう十数人並んだんですよ。で、会ってたけど来えへん、でもブランドの人に確認したらなんかさっき行ってるしみたいな感じで、どうもたけしです。喜怒哀楽って万国共通なんやなって思った話なんですけど、モデルの仕事って基本的にオーディションで選ばれて決まるんですね。で、オーディションのことをキャスティングって呼んでいて、その流れとしてはクライアント、いわゆるブランドがキャスティング会社に依頼して、キャスティング会社がモデルたちを集めてキャスティングを行ってモデルが選ばれるっていう構図なんですね。で、基本的に僕はキャスティングには一人で行っていて、で僕がこっちに住み始めて間もない頃にあるキャスティングがあったんですね。でそれはファッションの撮影だったんですけど、キャスティングするブランドがでっかいオフィスビル、本当何十階建てっていうオフィスビルにそのブランドが入っていて、なのでフロントで入館証をもらわないといけないっていう感じだったんですね。で本当右も左もわからない状況だったんで、受付に何て言おうみたいな、どう言ったらいいんやろみたいな感じで、すごいそれが難しかったんですよ。で、マネージャーから送られてきたキャスティングの情報の、メッセージをその受付の人に見せて、韓国語喋れないんで英語でこれに行きたいんですけどこのブランドはどこですかみたいな感じのことを聞いて、じゃあその受付の人がこの内線の電話みたいなんでそのブランドにつなげてくれて、こういう人来てますみたいなことを話してくれて、でも僕も話して電話変わって、で、ブランドの人がじゃあどこどこのフロアに来てくださいって言ってくれて、入館証受け取って入れたんですね。でそれも結構時間かかって、手間がかかったんですよ。でそのフロアに着いてブランドのオフィスに入ったら、みんな誰この人みたいなってて、っていうのもキャスティングするブランドの全員がこの日キャスティングがありますっていうのを把握してるわけじゃなくて、その一部の人だけなんですよ。いわゆるキャスティングに立ち会う人だけが把握してるんで、本当知らん人来たみたいな感じになったんですね。でまたそれも一から説明して、その画面見してこのキャスティングで来ましたみたいなでことを伝えて、じゃあその中の一人の人がじゃあ案内しますみたいな、それも一回別のとこで確認取って、で把握したから案内してくれるっていう感じだったんですね。しかももうフロアも違うみたいな、キャスティングの会場が。でそこでやっとその担当の人に会えて、で「アニハセヨ」とか言って挨拶してキャスティングが始まったんですね。で、着替えて、で軽いテストシュートみたいなスマホで簡単に撮って、後日いわゆる合否行けてたか行かれへんかったかっていうのを教えてくれるっていう感じやったんですね。で、こう写真撮られてる時にその部屋から見える通路にブワーってモデルがもう十数人並んだんですよ。で僕はそれに気づいてってなって、でそれがいわゆる大きなエージェンシーに所属してるモデルたちって全部モデルエージェンシーのマネージャーが案内してくれるし、全部手続きやってくれるから何もせんくていいんですよ。ほんまついていくだけみたいな。で僕は、それを見ていいなって思ったのと、俺一人でやったでみたいなことを思って、俺一人で入館証ゲットしてここおんねんでみたいな変に生きてしまって、俺ほんま偉いな、異国の地で一人でやってるわとか思ってたんですよ。じゃあ、その列の中から、モデルじゃない男の人がバーってやってきて「たけし」みたいな、英語ですよ。たけし」みたいななって、ってなってて、僕はなんで名前知ってるんみたいな。でそこでバーって言われたんですよ、英語を。で早くて断片的にしか聞き取れなかったんですけど、どうやらその人はキャスティング会社の人なんですね。いわゆるそのモデルたちを集めてキャスティングするフロアまで、担当者まで連れていくっていう人やったんですよ。で、その人が言うにはたけしのことを1階で待ってたよみたいな、フロントで待ってたんやけどみたいなことを言ってて、どうやら1回フロントでみんな集まってそっから行くみたいな感じやったんですよ、僕含め。なのでその十数人おるそのモデルの団体は全部僕待ってたんですよ。その人ら的にもたけし来るって言ってたけど全然来えへん、連絡もないで、外国人やから何かあったんかなみたいな。
って思ってたやろし、待ってたけど来えへん、でもブランドの人に確認したらなんかさっき行ってるしみたいな感じで、僕勝手に行ってたんですよ。一人で勝手に一人で行って勝手にキャスティング受けてたんですよ。だからこうわーってその人が言ってる時感じたのが、やんわり怒られてたんですよ。僕ことは分からなかったけど自分偉いなって思ってたけど全部間違ってて、僕が全部勝手にやってて全部いらんことしてて、でやんわり怒られてて、でそこで気づいたのが、言葉は分からずとも怒られる雰囲気って万国共通なんやなって思いました。では。